こんにちは、ももよです。こんにちは。はい、今日はね、日本からイギリスに戻ってきてからの、第1回目の動画になるんですけれども、もう1月もだいぶ、半分ぐらい過ぎてるんじゃないかなと思うんですけど、今日はね、ルールがこう自由を奪う。つまり、ルールがあればあるほど、そのスピリットじゃない自分で生きなきゃいけなくなるっていうお話をしたいんですけれども、ちょっとその前にお知らせが2つありまして、ニュースレターの登録をしてくださいっていうのは、私もともとこの仕事ってブログから始まって、その後本を書くようになって、私書き物がすっごく好きなんですよ。書き物ってすごくエネルギーがこう込めやすいっていうのかな。で、なんかこう今年どうしようかなみたいな風に考えてた時に、なんかこうまた書き物をすごくやりたくなって、で今ブログの更新、 YouTube の更新ってやっちゃうと、すごく私のメインの仕事ってね、人を癒すヒーリングが仕事なので、 YouTube ブログみたいなのをいろいろセッティングしてしまうと、それでスケジュールが埋まってしまうっていうのがすごく嫌なんですよね。なんで、ニュースレター月に1回皆さんにメッセージをお届けするっていうのを、今年はちょっと力を入れてやろうかなと思っているので、ぜひ皆さんニュースレターの登録をしてください。こちら無料です。で、登録の方法、概要欄に貼っておきます。7月22、23日、2days セミナー。はい、これ5年前に実はパンデミックでキャンセルになった魔法の、皆さん一緒に魔法を使って遊びながら、キャッキャキャッキャ笑いながら転がったりとかして変容していくっていう、すごくパワフルな、セミナーで、今年ね、去年になるんですけれども、日本でセミナーをやったばかりで、また日本に来るのかって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、この後は少し、日本に行かなくなります。なので対面でセミナーを受けたいという方は、ぜひこちら22、23のセミナーに参加してください。こちらも詳しいことは概要欄に書いてます。そう、私もね、イギリスに暮らすようになって、もう早20年近く経ってしまったんです。本当パンデミックもあったりして、なかなかね、こう日本に行く機会が最近こう減っていたんですけど、やっぱりこう日本に行くと、どこに行ってもそうなんだけどね、皆さんも日本から海外に旅行とか行っても思うことって多分いっぱいあるじゃない。本当に国によって住み方、考え方、文化って全然違って、で私は日本出身だからっていうのもあるんだけど、久しぶりに日本に行くとやっぱ思うことってすっごいたくさんあるわけね。で皆さんもご存知の通り、この日本はどうだ、イギリスはどうだっていう話をすると、めちゃくちゃなんかコメント欄でなんか怒ってる人とかいて、なんか日本よりイギリスの方がいけてないみたいなことを書いて、なんかもう論点もずれてるし、で、ちょっとそういう人はもう放置して喋ろうと思ってるんだけど、お願いだからもう静かにしてほしいんだけど、日本ってさ、もう皆さんも本当にご存知の通り、ルールがめちゃくちゃ多いじゃない。それで、でもこのルールの多さって、住んでるとそれが当たり前になって、もうルール多すぎとかって思わなくなるんじゃないかなっていうふうに思うのね。で、ルールがあることって、いいか悪いかで言うと、よくはないです。ルールって、何のためにあるかって、こう、理由はそれぞれシーンによって違うと思うんだけど、基本的にはお客様だったりとか、クライアント様っていうのを、コントロールして、こういう動きにしたいっていうこっち側の意図があるわけなんで、コントロールっていう意図がルールのエネルギーの中にはばらまかれてるってことなんですよね。で、もちろん集団で動く時ってルールに従わないといけない、大人の私たちはすごい分かっていることなんだけど、これはここに置かれたルールなんだっていうことを忘れてしまうと、なんかいつもどこに行っても自分で何か考えて感じて行動するっていうことよりも、
この場所に置かれているルールって何だろうって先に考えるようになってしまうと思うんですよね。で、特に子供たち。なんかそのルールが当たり前の中で生きていると、ルールがないと生きられないっていう人にならなくはないですね。で、ルールがないと生きられない。つまり何かっていうと、自分を感じるっていうことを忘れてしまった人になってしまうってことなんですよ。で、つまりこれ何が怖いかっていうと、自分のスピリットをどんどん忘れてってしまうってことなんですよね。で、私はずっと言ってるんですけど、日本人魂を、消し去ろうとしている存在がいるよってね、いつもちらほらってこの動画でも言ったりするんですけど、その一つとしてその日本人魂、つまり日本人のスピリットをもう消し去るの計画の一つとして、あれだけのルールを作ってこう人をコントロールしておく、ずっとコントロール下に置いておくと、なんか人が、ルールなしでは生きられなくなるわけですよね。ここルールないんだけど私どうやって動けばいいのっていう風になっちゃうんですよね。自分がどうしたいか、自分が今どうしたいと感じるかっていう、この人間本来あるべきスピリットで生きるっていう本来の生き方そもそもを忘れてしまう。で、今回ちょっと温泉に行ったりする機会があったんですけど温泉に行ってもなんか張り紙がほんとたくさんあるんですよ。ここで服を脱いでくださいとか、なんかここに荷物を置いてくださいとか、ここで鍵をかけてくださいとか、ここにはタオルのままで歩かないでくださいとか、ここはスリッパを履いてくださいとか、全部張り紙があって、まずなんかすごいリラックスしに来ているのに、なんかもうずっと誰かに監視されてる気がするみたいな気持ちに、それ場所にもよるんだろうけど、そこは本当にそんな感じで、でもこれも住んでると何にも思わなくなるのかなとかって思ったりとかしてて、でその張り紙がお湯のなんかこう横の壁にもあって、もうなんかそのムードぶち壊しっていうかだなと思ったんだけど、もうそれもじゃあ読むかと思って読んでたら、この温泉はお客様がリラックスをしに来ている場所なので、他のお客様がリラックスをするために死後はお控えくださいって書いてあるんですよ。で私のツッコミどころとしては、もうこの張り紙がまずリラックスできないんじゃないかなって思うのが一個と、他のお客様がリラックスできるかどうかっていうのは、これね、私大学1年生で一番最初に習うことで、その境界線っていうなんかすっごく大切なことを習うんですけど、それ何かっていうと、これは私の仕事、これはあなたの仕事、これをきっちり分けなさい、これを分けれるようにならないと、その心理カウンセラー、セラピストにはなれませんっていう、もう一番最初の項目で習うことがあって、それがその境界線、私の仕事、あなたの仕事なんですよね。で、この温泉の話、私がリラックスできるかどうかは私が決めるんですよ。で、私以外の人が死後をしててリラックスできるかどうかは私が決めることであって、温泉の仕事ではないんです。でもこれ日本にいると当たり前のように、そのお店側がお客様のことを勝手に気遣って勝手にルールをつけていることってめちゃくちゃあるんですね。また別の話なんですけど、わーって友達とカフェに行って、3人だったんですよね。で、案内する席ができたんですけれど、2対1に分かれてくださいって言われたんですよ。で、なんでって言って、そしたらなんか3名掛けの席がこの30分ぐらい空きそうにないので2対1に分かれて、でも隣同士ではあるのでこういう感じで座るでいいですかって言われて、仕方ないかって、私たちもそんなに時間がなかったんでね。で、その席についてみたら、この2と確かに1なんですけど、この2の隣にめちゃめちゃスペースがあるんですよ。
だから友達が、いや、こんなのこの椅子こうやってずらせばよくないみたいな感じで、そうだよねって言って、こう、椅子をわーってずらして、2の席を、勝手に3にするみたいなことを、なんかしようとした。だってめちゃくちゃスペースがあるからね。そしたら、お店のウェイトレスさんが、タタタタって走ってきて、なんか、椅子を動かす、移動することは禁じております。みたいなことを言うんですよね。で、私、なんでって言ったんですよ。とっさに。だってマジなんでなんですよ。2で1で、ここめっちゃ1がここにくっつくようなスペースがめちゃめちゃあるので。で、なんでってもうとっさに聞いたら、いや、理由はありませんとか言って、理由はありませんって言ってもてるやんみたいな風になったんですけど、とにかくもうそのルールだから椅子を動かすなと。で、多分だけどそのルールができたのって他のお客様に迷惑にならないようにとかなんかそういうことだと思うんですけど、要するにその迷惑かどうかっていうのは個人個人違うわけじゃん。ね、迷惑だなって思う人もいればいない人もいるわけで、でも、お店側からするともうルールとかしておくと誰も怒らせることがない。もうルールなので縛れるのですごく楽なんだと思うんですよね。なんだけどもうそのルールが長い時間できすぎてもう誰もそのルールができた理由を理解していない。また別の日も、スイミングにみんなで行きました。プール、ホテルにプールがついてたんですけど、私のパートナーって、セミナーで会ったことある人もいると思うんですけど、スキンヘッドなんですよ。だけど例外なく全ての方がなんかスイミングキャップをかぶりましょうみたいな。で、スイミングキャップをかぶる理由ってさ、多分その髪が水に入らないようにとか、それでその水が汚れないようにとか、そういう理由だと思うんですよ。でも髪がないのになんで帽子をかぶるんだって、私のパートナーがまたその私たち本当問題児だよね。もう一番嫌な旅行客って感じだと思うんですけど、スキンヘッドなのに帽子をかぶる理由を教えろみたいな、もうそんな嫌な言い方ではないけど、なんでなのみたいなことを言ったら、もうルールですからみたいな感じなんですよね。で、なんかそれが私たちは嫌だとかどうとかっていう話をこの動画でするんじゃなくて、これだけたくさん私たちはたった数週間の間でいろんなルールにぶち当たる、しかもなんか納得できないなみたいなとか、そのルールを作っている側さえも説明がつかないみたいなものをこういっぱい強制されるわけですよね。じゃあこの中に住んでるとどうなるんだろうって思った時に、多分だけどいちいちさ、そうやって私たちみたいになんでですかとか言って聞いたりしないよね。まずもうめんどくさいじゃん。ここはこういうルールなんだね、じゃあそれに従おうっていう風に、ずっとなっていくと思うんですよ。なんかすごくなんだろう、私も YouTube をやっててやっぱ嫌なコメントとかつくと嫌だなっていうか、なんかやる気がすっごいなくなるんですよ。なんかそれが目的で彼らは多分コメントを書くんだと思うんだけど、そう分かっててもなんかもうやめよっかなみたいな、そのコメントのレベルが低ければ低いほど、私こんな人たちの目に触れてんだみたいなことになってやる気をなくす。そのしっかり聞いてくれてる人がいるんだって頭では分かってるんだけど、あまりにもレベルの低いコメントを目にすると嫌になっちゃったりするんで、その人たちのコメントをね、なんていうかこう回避する話し方ってもう長年やってると勝手に分かるようになっちゃうと思うんですよ。これ YouTube やってる人絶対あるあるだと思うんだけど、もうこうやって喋りながらでもこれ喋るとこのコメントつくなっていうのがもうなんか自動的に分かるようになっちゃうんですよね。だからこのコメント絶対めんどくさいからもう避けようみたいな感じで喋りたいこともなんていうのかな、ちょっとこう角度を変えて喋ったりとか、その人たちにこう触れないように喋ったりとかで、なんて言ったらいいのかな、こう当たり障りのない、動画ってどんどんできるようになっちゃうんですよね。でそれはちょっと私も去年の、自分の振り返りでなんかそういう要素が大いにあったなみたいな、なんかもう本当にめんどくさいからなんですけど、特に私とかさ、その YouTube が生活の基盤ではないじゃない。やっぱもう自分はこう人を癒すのが仕事だっていうのがもうありすぎるから、良くないのかもしれないんですけど、どうしてもその
なんで YouTube でこんなこと言わなきゃいけないのみたいな頭がやっぱすごいあるわけよね。でだったらもういつでもやめてやれみたいなことがあるからだと思うんですけど、でもやっぱりこう、今年はね本当に皆さんにそのメッセージ届けなきゃいけないなっていうふうに思うので、そういうコメントがついたとしても話すことを話すかっていうふうには思っているんだけど、なんかそのルールができた一番最初の理由とかもやっぱりそういうめんどくさい人を避けるためにできたことも結構あると思うんですよ。皆さんもテレビとかあんま見ないかもしれないんですけど、もう最悪だね、日本のテレビ本当にやばかった。わーってなんかもういろんな効果音とかわーってこう笑いの音とかへーとかがずっと足されてて、あと画面見ててもずっとなんかこう文字がバーって出てて、なんかこう5分ぐらい見ると頭がおかしくなるみたいなものがたくさんあって、いやもうほんとひどいことになってんなとは思ったんですよ。でも皆さん見ないかもしれないんですけど、見ててもなんかこう食べ物を食べるシーンとかあって、でその出役の人がそれをちょっと横に置いて次のものを食べたりとかするときにこうテロップで残りはスタッフで美味しくいただきましたっていうなんかテロップが出るんですよね。でこれってそのめんどくさいコメントをしてくる人のためだけに出しているわけじゃない。なんかねもう気持ちすっごいわかるのよ。言われる前にもう言うみたいなことがすっごくあるんだけど、一番手っ取り早いのはさ、そういうめんどくさい人がいなくなってくれるといいのかもしれない。そういう人たちってやっぱいなくならないわけで、だってもうそれが彼らのアテンションなわけだからさ。でもかといってなんかその人たちのためにいろんなルールを作って、なんかその問題を回避するためになんだろう、その転ばぬ先の杖みたいなのをいっぱい作りすぎると、例えばその温泉とかでも私は笑ってさ、いやいやそんなルール作らなくても私自分で考えるし、自分で迷惑だったら隣の人がね温泉でわーわー喋っててうるさすぎたらちょっとうるさいですよって自分で言うしとかって思うんだけど、そのねホテル側からするとそうやってまたお客様がクレームになるんだったら、その前にもうみんなでルールを決めてここにも書いとこうみたいなことになるんだと思うんですよね。でもあまりにもそれがエスカレートしすぎて、私たちの生き方そのものがこう忘れ去られるのってすごい危険。ある程度はそういうなんか問題って生じてもいいし、なんかいざこざってなんかもう起きてもいいんだよね。なんかあんまりだからその問題が起こることを怖がらなくていいっていうのが一つと、で自分がそのルールを課せられる側だったとすれば、これはなんでこういうルールになってるのかなっていうのは、でも私は今本当はどうすべきなのかとか、何をここで感じるべきなんだろうかとかっていうのをちょっと意識して生きた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。っていうのはそれぐらいもうルールがエスカレートしすぎて、そのルールがなぜあるかっていう理由を誰も理解していないルールがたくさんあるのに、その中で私たちは動かされてしまっているっていうことが大いにあるからなんですよ。でもう一つはそのルールをすんなり受け入れるんじゃなくて、これは私の仕事、これはあなたの仕事っていうのをもう一回よく考えてほしいんですよ。これは別にそういう公共の場じゃなかったとしても、親子関係であったとしても、これは私が自分で決めることであって、いやお母さんあなたは一人の大人として私の人生に入りすぎですよみたいな、これは私は自分で決める。なんかどこどこに住みなさいよとか、こうしなさいよああしなさいよ、海外旅行なんか行っちゃダメよとか、あるあるだと思うんですけれども、いちいちそれで喧嘩になる必要ないんだけど、心の中でよ、これは私の仕事、これはあなたの仕事っていうのをしっかり分けられるように、境界線っていうのを意識してみてください。私のお友達がなんか好きな人ができたんですけど、その好きな人っていうのはすごい年がとても下で、なんかそのいやでも彼にはそのまだまだこれから若い人生が
あるから、なんか私なんかと付き合わない方がいいんじゃないかみたいなことを私に言って、でもそれはあなたが考えることじゃないよって言ったんですよ。彼がそう自分で考えるんだったらそれはそうかもしれないけど、あなたが気を回すっていうのはそう境界線越えてるよっていう話をしたら、そっかーって言って、なんかすごい楽になるっていう、だからそういうことね。境界線ってそういうこと。これは私の仕事ですか、これはあなたの仕事ですかっていう、なんかまあ別でもその友達がさ、ももちゃんさ、もうすっごい旅費がかかってるわけだからご飯おごってあげるよっていっつもねそうやって言ってくれるの。もうそれはもう本当に私そういう友達を持てて宝物だなって思うんだけど、旅費がかかってるのはあんたのせいじゃないって言ったんですよ。だから一緒に食べたご飯は一緒に自分たち払おうって言って、もう十何年ぶりに初めてご飯を出させてもらった。だからこれはねちょっと美しいバージョンの境界線越えの話なんですけれども、でもなんていうかその旅費を心配するのは私の仕事であって、その友達は心配しなくていいよっていう意味合いなんだよね。だからまあ分かりやすく今これを例出してるわけなんですけど、これは境界線っていうんですよ。なんで皆さんちょっとそのルールの中にもうなんか溶けて自分がなくなりそうになってないかっていうのを一個考えてほしいのと、だってこれってもうエスカレートしすぎて誰かが止めないと止まらないと思うんですよ。だって日本はそういう国なんだもんとか言ってまたコメント来そうなんだけど、そうじゃなくてそれいらないっていうことだよね。を誰かがやっぱりやっていく必要がそうなくても、私たち大人なんだから生きれるんですよ。問題があったら自分たちで解決する能力があるはずなのに、なんかそれを奪われていっているっていう話です。はい、次回は、少しだけ皆さんに日本のセミナーの様子も、ちょっとご紹介できればなとは思っています。はい、今日の動画が役に立ったと思う方はぜひビッグいいね、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。やはりたくさんの方が見ていただけると思うと私のやる気にもつながりますし、チャンネルが大きくなるとできることっていうのも増えるので、皆さんサポートをする、このチャンネルをサポートをするという意味でもぜひチャンネル登録とビッグいいねよろしくお願いいたします。また会いましょう。バイバイ。